Bonjour à tous 皆さんこんにちは。今日はこちらのプランクールに来ました。今回の動画はサロン・ドゥ・ショコラ東京2025にも新登場するプランクールをご紹介します。こちらは5つ星ホテルシュバルブロン、そしてルイ・ヴィトンカフェのパティシエが2024年11月パリにオープンしたばかりのお店。パリのお店の様子とサロン・ドゥ・ショコラ東京でも販売されるチョコレートも試食しているので、ぜひ最後までご覧ください。Bonjour à tous 皆さんこんにちは。今日はこちらのプランクールに来ました。こちらのシェフパティシエさんはルイ・ヴィトンカフェのパティシエを務めているマキシミ・フレデリックという方のショコラティエがつい先日オープンしたということで、本当は初日に行きたかったんですけど、それも叶わなかったので来ました。では見ていきたいと思います。すごいこのちょうど教会の広場があるところの前、ここに位置してます。Nous avons donc deux entremets, un entremet à la noisette avec un insert de praliné croustillant. On va avoir un à la vanille, c'est-à-dire un niveau d'araignée avec une confiture de lait, deux charlottes, une touche chocolat ici avec une mousse au chocolat façon grand-mère, une charlotte au poire, vanille et fleurs d'oranger. Ici on est sur une tarte de fromage blanc avec un biscuit parfumé à la cannelle.それでは購入していきます。Bonjour. Donc je prends un pain au chocolat et puis un quiche Lorraine. Une baguette plein cœur. Est-ce qu'il y a des choses que vous recommandez vraiment côté viennoiserie? D'accord. Le suisse, le premier pain et le feuilleté au lait. D'accord. Voilà, c'est difficile là. J'en ai un recommandé, c'est le pain suisse, la matrice de chocolat. Donc oui. Après le premier pain parce que je suis brestoise et du coup mes origines bretonnes. Oui, c'est vrai bon. Et voilà, tout dépend ce que vous aimez, ce que vous avez envie sur l'instant. Bah du coup, moi j'ai plutôt pain suisse, mais je veux bien de prendre chocolat aussi. Donc... Ouais, alors pour tout ce qui est chocolat, je vous laisse directement dans le bol derrière. D'accord. Tout a l'air vraiment bon du coup. Est-ce que vous... Ouais. Est-ce que vous... Pour moi. C'est une dégustation gourmande. Parce que ça, vous avez les petits coffrets de noisettes enrobées à prendre avec le café, on repas c'est chouette. Pour la gourmandise, vous avez ces deux coffrets-là qui sont sympas aussi. Là, on est sur du sablé breton, caramel vanille. Ah, il a l'air hyper bon, ouais. Et celui-là, Et celui-là, en fait, c'est un assortiment de petits œufs pralinés et caramel. Disons que là, vous avez un seul et même produit à goûter. Là, vous avez plusieurs variétés, ce qui vous permet de goûter à plusieurs choses. D'accord.
Mais je vous laisse réfléchir un petit peu. Ok. Je vous laisse faire votre petit tour. Ok, merci. Je vous en prie. 実際に何を買ったかは後ほど。プティビズフランス。チャンネル登録よろしくお願いします。めちゃくちゃテンション上がってしまいました。無事このショコラショーも買って大満足です。それでは買ったこれを早速飲みたいと思います。おいしい。なんかでも全然甘くないです。かといってすっごい濃くて苦いとかでもなく、結構新感覚のショコラショー。ちなみにお店への行き方は、最寄り駅はいろいろあるんですけど、今回私はこのホーム駅から来ました。で、目の前桜井川が見える。そりゃそうですよね、近いから綺麗で、この横断歩道を渡ってこちらの道まっすぐ進んでいただくとあります。デギュスタション。というわけでこちらが買ってきたものです。ブティックには先ほども紹介したんですけどパン類があるので、まずはこちらパンオショコラ。やっぱりね、ここはね、いろんなお店との比較という意味でもパンオショコラは外せないと思ってパンオショコラを買ってきました。そしてこちらキッシュロレーヌですね。美味しそう。すごい美味しい匂いがしてますね。びっくり。そしてバゲットで、こちらが洋梨のエシャロットですね。でこれルイ・ヴィトンのカフェにもあったんですけど、でもね、それは何のエシャロットだったかちょっと覚えてないんですけど、ちょっとビデオ見直してみますね。で 9.5 ユーロだったので、多分ルイ・ヴィトンのカフェより安いと思うんですけど、もちろんね、何が違うってやっぱケーキのデコレーションも全然やっぱりこっちの方がシンプルにできてるので、そういう面でも違うかなと思います。でこちらタブレットを2つ買ってきました。プラリネコスティオンとサブレブホトンですね。でこちらチョコレートは散々迷ってこの卵の方にしてみました。この卵のだと一つずつ味が違うのでこちらにしてみました。それではこのキッシュロレーヌいただいていきたいと思います。こんな感じでは、いただきます。小麦生地じゃないですね、これ多分サラさんかな。そば粉の生地かもしれないですよ。粉がガリガリしてるタイプ。美味しいですけど、個人的には小麦生地で食べたいかも。はい、それではパンオショコラ食べていきたいと思います。こちらがパンオショコラの断面。いい感じですね。ではいただきたいと思います。チョコの中にカリカリしたのが入ってる。ビターとミルクの間ぐらいの感じですね。ほんのちょっと苦めっていう感じのチョコレートです。美味しい。プティビズフランス。チャンネル登録よろしくお願いします。それではこちらのプランケーフで買ってきたチョコレート試食していきたいと思います。でプランケーフ実は去年サロンドショコラ東京でプランケーフじゃなくて違う名前でマキシム・フレデリックさんがお店出してたんですよね。でそのマキシム・フレデリックさんのお店って当時パリになかったんですよ。でおかしいなと思ってて、で今年このプランケーフがオープンしたので、多分サロンドショコラ東京でちょっとマーケティングの試しみたいなのをしたのかなって思うんですよね。だから今回プランケーフとしてデジタルカタログには新しい店舗として紹介されているんですけど、実はこれ去年も実は出てたんですよね。ですごい気になってて、食べたいなと思っていたのでこちらにしました。で左からココナッツ、サラザン、あれですね、そば粉でピスタチオ、ピスタッシュ、マイス、トウモロコシ、ノワゼット、ヘーゼルナッツ、ショコラ、70% のビターチョコレートって書いてありますね。ということでどれから試そう。まずは
あれですね、ビターチョコレートからいきたいと思います。可愛いですよね、このチョコレート。いただきます。中がこんな感じになってて、かなりザクザクのビスケットが入ってますね。ちょっと塩味の効いたキャラメルカカオって書いてある。美味しい。チョコレート味が強いけど、ちょっとサブレというかビスケットが入ってる感じなのかなと思ったら、かなりビスケットですね。これ美味しい。美味しい。ちなみに今回のお供はカフェオレにしました。で、これ実は去年のクリスマスプレゼントに義理の父にもらったカフェドフロールのコーヒーセットなんですよ。カフェドフロールに売っているので、ぜひ興味のある方は。では次はどうしよう。でもサラザン気になりますよね。サラザンなかなか日本でも皆さん、ここで何か違和感に気づくでしょうか。こちらが先ほど購入品を紹介した時の動画。そば粉とヘーゼルナッツのチョコレートが入れ替わっています。実は試食前に落としてしまい、公式サイトを見て入れ直したのですが、なんと買ってきた時と並びが違いました。これも 70% のビターチョコレートにそば粉のプラリネとバニラ風キャラメルが入ってるということですね。そんなにそば粉してなくて、そば粉のものだから結構癖が強い感じなのかなと思ったら、バニラの香りがするので、優しいチョコレートってかね、美味しい。どれも美味しい。まだ2個しか食べてないですけど、絶対どれも美味しいです。すごい美味しい。次も試してみたいと思います。このトウモロコシ気になりますよね。これは 40% のチョコレート、ミルクチョコレートにトウモロコシのプラリネ。そしてキャラメル。こちらもバニラ風キャラメルですね。これいただきます。最初、すごいキャラメルで、その後からトウモロコシの香りがしてきて、なんていうんだ、ロイズのポテトチップチョコレートがけみたいなのあるじゃないですか。そういう感じの、タコスチップスのチョコレートがけっていう感じの味です。これすごい美味しい。すごい好みです。このトウモロコシチップス。チップスって言っちゃった。トウモロコシチョコレート。これすごい美味しいです。やっぱりこの卵のにして正解ですね。でも、今回のサロン・ドゥ・ショコラではノワゼットの出てなかったので、パリに来て日本では出てなかったものを食べるっていう意味ではノワゼット買っていくのもいいかもしれないですね。彼のスペシャリテはノワゼットなんですよ。っていうのも家族でノワゼットの生産をしているらしくって、でなんかそれをお土産に買ってみるのもおすすめですね。おすすめって言ってますけどまだ食べてないので、でもこれめちゃくちゃ美味しいです。じゃあノワゼット、今話題に出たノワゼット食べたいと思います。いきます。ここでやっと違和感に気づいたようです。このノワゼット意外、なんか思ったより複雑な味がしますね。なんでだろう。そば粉だから。たまたまじゃない。パフみたいなガリガリが入ってる気がします。美味しい。入れ替わっていることに気づいた後に食べたら、そばの実のおかきのような食感のある美味しいチョコレートでした。じゃあ次、ピスタチオ。はい、こちらがピスタチオ。いただきます。結構これはピスタチオですね。若干オレンジの香りもする。オレンジ入ってるんですかね。入ってますね。これはちょっと大人なっていうのは味が複雑なっていう意味で結構オレンジの香りがしますね。美味しい。では最後、あんまり得意じゃないココいきます。ではこちら最後にココナッツの卵食べていきたいと思います。いただきます。結構ココナッツ。でも美味しいですよ。全体通して言えるのが、どれも結構塩味が効いてて、塩とチョコレートのバランスがすごいいい感じです。で、今回出店店舗めちゃくちゃ多いじゃないですか。多分去年よりものすごい増えてる印象があって、自分の好きなタイプのチョコを選ぶっていうのが大事だと思うんですよね。で、これかなりサブレしているので、
ガナッシュとかボンボンショコラみたいなのが好きな方はこれそんなにもしかしたらハマらないかもしれないっていうのが私の見解です。でもこれ自体はすごく美味しいのでおすすめです。そして次こちら板チョコですね。この板チョコシリーズはサロンドショコラでも出てましたよね。プラリネコスティオン、プラリネタイプのガジガジガリガリサクサクプラリネタイプのっていうのとブルターニュのサブレ。開けるとこんな感じでなんて言うんだろう、デコボコレリーフみたいな感じ。これ見た目可愛いですけど、これ喧嘩になりますよね。大きさ違うから喧嘩にはならないのかなそんなチョコの奪い合いとかしないのかなですけど、厚さもねこんな感じで、厚さも結構あるんですよ。このプラリネコスティオンの方からいきたいと思います。中はこんな感じでいただきます。これもやっぱりコスティオンって書いてあるだけでかなりねサブレ感が強いので、プラリネサブレに板チョコ風にチョコレートのコーティングがされてるっていう感じでは、こちらさっきのがサブレの粒が大きい感じがしたんですけど、こっちの方が細かい感じがします。こっちの方がやっぱりサブレの粒が小さくてビターチョコレートでコーティングされてるのですっきり食べれる感じですね。こっちのプラリネコスティオンはすごいこれに似てます。どっちかっていうとこの卵のに結構似てたので、個人的にはねこのサーブルブルトンの方がおすすめですかね。でも一番のおすすめはパティスリーの中でもバニラの方をいただいていただきたいですね。基本コンポジションは層の作り方とかもルイ・ヴィトンカフェと一緒だったんですよ。で味はほぼ一緒だったので、お店で買うと 9.8 とかだったんですよね、アンディビジュエルのケーキが。プティビズフォース。サブレ好きのカリカリとかの食感楽しみたいっていう方にはぜひここのチョコおすすめですね。興味のある方はぜひこちらのプランクール召し上がってみてください。それではこのビデオがいいなと思ってもらえたらぜひ高評価とそしてチャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回。ビズビズ。